皆さんこんにちは、ゴリアユです。突然ですが、今韓国で話題のドラマ폭삭소가수다めっちゃ言いづらい見ている方いらっしゃいますか？私は刺激的なものよりこういう落ち着いたドラマが好きだからか、久しぶりに楽しく見ているドラマです。昔を背景にしたドラマを見ると、当時は生まれてなかったはずなのになぜか懐かしい気持ちになる。このドラマのキーワードは人間味、そして愛なのかなと、人と人との関係がとってもいいなと思わずにはいられないドラマです。このドラマを見ていてふと私が来たばかりの頃の韓国を思い出して、便利になった面もたくさんあるけど、そういえば恋しいところもあるなと思って、14年前の韓国での生活ってどうだったっけっていうのを短く振り返る動画もいいかなと思って今日は作ってみます。正直14年前は日本人の私にとって不便なことはたくさんありました。もちろんね、自分が生まれ育った場所ではないから当たり前なんですけど、本当に些細なことで言うと、やっぱり日本人だからコンビニの品揃えも恋しかったし、ドレッシングが果物味しかないとか、美容院もネイルショップも日本に比べたらコスパも良くなかったし、今ほどあちこちに日本風の居酒屋やカフェがあるわけではなくて、日本のものが食べたい時は日本人御用達のモノマートっていうマートに行くしかなかったり、みんなで鍋を囲んでご飯食べて、みんなで何かしてっていう文化が強い韓国。当時はまだ一人ご飯ができるお店が少なくて、まずお店に入らせてもらえなかったり、入れてもらえても一人不思議な顔されたり、じろじろ見られることも本当に多かったんですね。かといってペダルのアプリもないから、当時は冷蔵庫に貼ってある電話番号に電話するしかなくて、選択肢もチキン、中華、ピザ、チョッパイで、電話しても発音が悪くて住所がなかなか伝わらないこともあったし、留学生も多かったけど今ほど多くない環境での大学生活は外国人にはお知らせが来なかったりとか、今みたいにアイドルに外国人がいるのが当たり前でもなかったから、もちろん差別的な発言をする人ももっといたように感じるし、出席取る時にフルネームで呼ばれると名前が長すぎて線が集まったり、韓国人の名前がハングルでは短いので文字制限で外国人の名前が入力できなくて何かに登録できないなんてこともザラでした。にもかかわらず、なんで韓国にずっといたのか、何がそんなに良かったのか。もちろん韓国語が好きだとか痺れた感じがしただとかっていうお話は前に動画でしたことがあるので、それ以外で印象に残ったことをお話しすると、やっぱり人から感じる情だったのかもしれないなと。人との距離感をある程度保ってボーダーラインを守る日本人からすると、ボーダーラインを越えて距離感をぐいぐい詰めてくる感じが最初はちょっと負担に感じたけど、困っていると全力で助けようとしてくれる。外国人が珍しかったからこそ、悪いことだけじゃなくて興味を持って話しかけてくれてよくしてくれた人も確かにいたし、こうしたらいいよと聞かなくてもアドバイスをしてくれたり、家族も韓国にいないのに次の引っ越しどうするのと心配して車を出してくれた家の管理に。未だに忘れられないのは、留学生だった頃大きくて重いトランクを持って階段を上れずにいると、毎回すぐに横から誰かしらが現れて何にも言わずに持って上がってくれたこと。それも力のある男性だけでなく女性も一緒に持ってくれたりもしたこと。ヒールが折れてしまってトランクを引けずにいると、腰の曲がったおばあちゃんが近づいてきて、そんなんでどうやって歩くのとなぜか微妙に怒った口調で言いながら一緒にトランクを引いてタクシーの移送の大通りまで来てくれたこと。それから私が来て 1,2 年くらいまではまだ見かけたバスで立っている人の荷物を座っている人が持ってくれる光景。お年寄り同士の絆が強くて、知らない人同士でもよく隣に座ると会話をしていて、友達なのかと思ったら他人だったり、私が携帯で動画を見ていたらこのアジョシやアジュモにも気づいたら横目で見て一緒に動画を楽しんでるとか、それからどうせならいっぱいどうぞというサービス精神。キムチ、汁物、おかずおかわりし放題なの。今もそうだけど、コンタクトレンズを買えばこれでもかってぐらいコンタクトケースと洗浄液大量におまけしてくれて、カラオケに行けば基本 2,3 時間はサービスしてくれて一生いられる。スマホがこれから発達するぞという時代だったからこそ、新しい場所を見つけるというよりも行きつけの場所に行くことが多かったし、カカオトークやネイバーよりも圧倒的に多かった電話予約。カカオタクシーもなくてピンチャーをひたすら探してた。そんな時代だったからこそ、もう少し人の温かさを感じる機会っていうのが多かったのかもしれない。もちろん日本でも同じことが言える部分もたくさんあるし、いい例をお話ししただけでいい人も悪い人もどこの国にもいる。嫌な人にもたくさん出会ったので、人が優しいだとかそんな偏見的なことが言いたいわけじゃなくて、海外でもこんな風に接してくれた情深い人たちのおかげで今もここにいるのかもしれないなと思います。多様性を尊重するとか、海外の文化を取り入れやすくなったりとか、経済的な問題だったり変なニュースを耳にするようになったりと、いい変化や残念な変化、いろんな要因から少しずつ私の好きだった光景が見られなくなっていることが
ちょっと寂しいなとドラマを見て改めて思い出したのでした。もちろん今も売りに入ってしまえばおせっかいなぐらい全力で何かしようとしてくれる国民性みたいなところは変わらないけど、かといって自分からバスで立ってる人に荷物持ちましょうかって聞いたりとか、知らない人に話しかけて電車で会話するとかできる雰囲気では最近はないんじゃないかなと。私そんな性格でもないんですけど、これから人と人との距離感が遠ざかるまではいかなくても、これ以上近づくことはないのかもしれないなと思う。ちょっと寂しいことなのかもしれないなと思いました。以上がドラマを見て思い出した独り言でした。まだドラマを見てない人はぜひ見てみてください。私の動画を見てくださっている方はコメントを見る限り、韓国、日本で生まれてずっと住んでいる人から、私と同じく韓国に住んでいる日本人、私とは反対に日本に移住して長く住んでいる韓国の方、または他の国に住んでいる方と様々なので、ぜひ皆さんの感じたことや思い出があればコメントで教えていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョン。